この動画は、第4回富岳成果創出加速プログラム研究交流会ポスター発表のための動画です。この動画では、公式 QCD 向けのトランスフォーマーの開発というタイトルで発表します。東京女子大学の富谷です。まず、自己紹介と研究概要紹介から行います。私の専門は物理学、特に素粒子論、公式 QCD と機械学習の融合分野です。経歴はこのスライドにある通りです。研究の概要について紹介します。研究は公式 QCD と機械学習についてで、素粒子分野、特に公式 QCD の第一原理計算の数値計算コストの削減を目指すものです。主な成果は2つあります。1つ目の成果は公式 QCD 向けの新たな公開コードを作成しました。2つ目の成果は公式 QCD 向けのトランスフォーマーを定式化、検証しました。では、1つ目の研究成果からお話しします。まず全体の背景です。本研究は公式 QCD に関する研究です。QCD とはクォンタムクロモダイナミクスの略称で、原子核内部を記述する量子論的な基礎理論です。クォークとグルーオンという素粒子が追生成、追消滅するような状態が規定状態、真空であり、量子多体、競争間であることから人類が持っている最も難しい問題の一つと言えます。時空を離散化すると数値計算も可能であり、それが公式 QCD です。公式 QCD の数値計算を行うことで、宇宙の成り立ち等の解明に役立ちます。公式 QCD は40年以上、素粒子原子核実験と組み合わせで利用されてきました。しかしながら、実験の高精度化に伴い、さらなる精度が要求されてきました。そこで、富岳のようなスーパーコンピューターでも動く、従来法を超える新アルゴリズムが必要となっており、AI 技術に注目が集まっています。一方で実装面は問題があります。公式 QCD には10億行、10億列の行列が関わる素行列問題を解く必要があり、C++ や Fortran などが使われてきました。一方で、機械学習分野は Python が主流であり、計算速度に問題があります。2言語を組み合わせるとオーバーヘッド等に問題が生じるため、1言語で行いたいというわけです。そこで本研究ではジュリア言語を使って公式 QCD と AI 技術向けのコードを作成しました。ジュリア言語とは2018年にバージョン1が公開された言語であり、いわば次世代のフォートランと言えます。機械学習にも向いているため、最近注目が集まっている言語です。そこで私は Julia QCD というコードパッケージを作成しました。このコードは富岳や GPU 機を含め、いろいろなところで動作します。また、高い並列化性能も有しています。ドメインウォールフェルミオンなどの現代的な機能も実装してあります。富岳と同じタイプのシステムであるウィステリア上でコードの並列化がうまくいっていることも確認しています。これが成果の一つ目です。また次に紹介する成果にはこのコードを用いて研究したものです。次に成果2として公式 QCD 向けのトランスフォーマーの開発について説明します。トランスフォーマーとは自然言語処理用のニューラルネットであり、離れた単語間の相関を利用する構造を持ちます。畳み込みニューラルネットが苦手だった長距離相関を捉えるのが得意です。これを物理に応用するには内部構造であるアテンション行列をどう表現するかが鍵です。今まで物理向けに2つのニューラルネットワークを定式化、検証してきました。一つ目は物性向けのトランスフォーマーであり、長距離相関を捉えるのが得意なニューラルネットです。スピン系の対域的な対称性を保つ構造をしています。これにより高精度な近似模型を作成できました。この研究は昨年 JPSJ のエディターズチョイスに選ばれました。二つ目は公式 QCD 向けの畳み込み層です。こちらは長距離相関を捉えるのは苦手ですが、ゲージ対称性を保つことができます。本研究では今紹介した2つのアイデアを融合しました。ゲージ対称性を保ちつつ、長距離相関をうまく表現できるニューラルネットです。こちらもゲージ場を入力する半関数であり、サロゲート模型の表現に使用できます。比較の表がこちらです。提唱した公式 QCD 向けのトランスフォーマーであるカスクは、対称性を保ちつつ、長距離相関を捉えることができます。こちらが結果の図です。畳み込みニューラルネットとゲージ対称性を保ったトランスフォーマー、カスクの表現力を比較しました。2つの異なるスペクトラを持つクォーク作用の違いを吸収できるかを測定しています。図にあります通り、カスクは良い性能を見せています。今後の課題としては、富岳で実際に大規模計算に応用するという点です。また、系統的な改良も行いたいです。提唱したトランスフォーマーは対称性のおかげで信頼性のある推論が可能ですので、他分野への応用も考えています。こちらがまとめです。この研究では、公式 QCD のコストの解決ということを目指しました。そのために公式 QCD 向けの新たな公開コードを作成しました。また、公式 QCD 向けのトランスフォーマーを定式化、検証しました。こちらが参考文献です。以上です。ありがとうございました。